じゃあね、今ね、下面っていうのかな、腹面っていうのかな、地面についてる方ね、でこっちが背中の身、でもそれぞれ、腹身、腹のところには今度腹骨が残ってます。さっきあばらを切ったところの残りがあるので、そこをすいていきます。この辺にあるので、逆さ包丁でちょっとガイドを入れていくと、で、上手な人は多分すごく薄くすけるんだと思うんですけど、うちは、もう豪快にすいちゃいます。でこれを味噌汁の材料にしますから、はい、ぐっとこれくらいで切っちゃいます。あね、これはこれでいい味噌汁の材料、美味しいですから、これは味噌汁。はい、今度こっちはちょっとここにまた骨が、これ多分背びれの一部ですね。縁側がちょっと残ってる。ここも含めていっちゃいます。こんな感じですね。はい。これは味噌汁。次は皮引き。底物系の皮って結構砂の上におるじゃないですか。砂とか石とか。だから肌が結構強いんですよね。なんだろう、皮が分厚いと言いますか。なのであんまり神経質にならなくても引きやすい部類だと思います。たくましい皮。引きやすい。で、2パターンあって、縁側だけを先切って、皮を引く、縁側の皮、身の皮と、一回も縁側込みで皮引いて分ける方法とあるんですけど、このサイズだったら多分一気に引いちゃって分けたのもいいのかなとは思うので、ちょっとそれで試してみます。で僕の場合は引くのを向こうから手前に引く、慣れてるんで、結構ね貧乏症なんでギリギリを攻めたいんですけど、ギリギリ攻めると失敗するんで、はい、いきますよ。この辺からまずは皮一枚残して、とっかかりで角度をつけていくと、よいしょ。一緒にいってますですね。先生来ましたよ。ドンと。いい感じです。なんとなくお刺身で見る。そう僕も思った。今度もう一個背中の身ですね。ここにちょっとね、さっき僕がミスった骨が残ってるのでリカバリーですね。背びれの骨です、これが。でもね、綺麗にヒレの付け根のまた同じ。はい、ここから引いていきます。よいしょ。意外と本当ね、皮がしっかりした魚は非常に引きやすい。これで身残ってなくて、はい。さあオープン。わあ、ヒラメだ。初めてなのに順調です。順調ですね。はい、なんとかここまで来ました。はい、じゃあ次は腹の身っていうの、これなんていうの？裏側？下側？下側の背側ってことですかね、これは。そうですね、背側ですね。はい。これでいきます。はい。なんかよくおしゃれというか綺麗なお刺身にするのはこの下側というか白い身の方が多いですよね。で背中の身は、ちょっと火を通すとか。じゃあこっちの方がやっぱ綺麗ですよね。確かに同じ背側でも、確かにね、皮が白いからより綺麗に見えるんですかね。そうですね。やっぱこうお作りにした時によかったり、でこっちのいわゆる表側の身は火通す料理とか、あとは昆布締めなんかもありかもしれないですね。はい。全部美味しそう。じゃあ最後、下側のハラミ。
ですね。やっぱ腹側の方が脂が乗ってるんですかね。で、そうですね。なんかテカテカしてますよね。はい。いい感じ。こんな感じですね。バッチリじゃないですか。はい、これ本当。いや、ただね、もっとねうまくいったらこの白いとこをいっぱい残せれるんですよ。縁側を取っていきます。これね、多分指でパッと裂くことも多分切れるチーズみたいな感じでできるんだけど、まあ綺麗に切り口を揃えたいから、まあ今回は切っちゃいます。はい、だからもうこれでもうこれだけ食べたらもう最高ですよ。素晴らしい。こんな感じでちょっと分けていきます。最高ですね。いやもうこれ釣れた瞬間、これはちょっとジュースとさばかんといかんなと。いやそれこそ昨日雪すずめの編集してたんで余計なんですよ。これもう頭が完全に雪すずめになってるんで完璧だ。はい、これ普通の身も入っちゃいましたけど。でも縁側取ったら身の方もなんか、はい、より刺身のサクっぽくね、それっぽくなりますよね。こんな感じですね。もう縁側だけでもまあまあ取れましたね。めちゃくちゃいいじゃないですか、はい、これ本当。北海道産だし昆布がなんか登場しましたけど、昆布締め、例えばもう、今さばいておいてもうこの柵の状態になりました。で、2時間後とか食べますよっていう時は、このだし用の昆布、これを、まあ、調理酒とかで表面浸してこれに巻いて、でサランラップでぐるぐるっとすると、味が出ます。なのでただ今日はそんなにね、食べるまでの時間がないので、サクッと短時間でやりたいよと。はいはいはい。あ、また便利そうなものが出てきましたね。これ意外と使います。素晴らしい。じゃあ今日はこっちの仕込みじゃなくて、簡単に手軽に昆布締め風が最高ですね。できるっていうので、これをちょっとご紹介しておこうかね。素晴らしい。で刺身を引くときは基本的に高い方が向こう側で引くと綺麗に引けますよと言われてます。あとこうなんていうかな、大きさが違いますね。違いますね。これを大きさを揃えてやろうとすると、先っちょから後ろまでを同じ太さにする。これもありだと思います。で、今回どっちにもちっちゃくするので一回ちょっとその方法でやってみます。で、ここのまあ太さ、まあ指2本分ぐらいだったらここも指2本分ぐらいになるところでまっすぐ切ってやると。こうすると。こっちに削いでいった時に同じ大きさになって、でこっちはこっちでまた使ったらいいので、はい、こんな感じで、で斜め何十度わかんないこれくらいでこう削いでいきます。いいですね。さっきまで泳いでいたそうまだね、これめっちゃプリップリです。熟成させたらね、また熟成の旨味が出ると思うんですよ、こいつらは。高級寿司店とかでね、なんか出てそうな。でもこれお寿司のなんだろう、一貫にするにも、ね、これでも十分握れますよね。十分ですよね。こんなんですよね。今の柵をトリミングしたけど十分取れる。からこういうやり方もいろんな魚でこれ応用できます。今のサイズを同じにしたい時にはすごくやりやすいですね。いや本当これ雪すずめの純米ですよ。ですね。間違いない。ここはちょっと筋っぽいとこかな。はい。これも簡単にざっと下ろしちゃって、でさっきの藤子さんが
もうなんかどれくらいの量って分かんない。適量、ね、はい、適量であんまり入れすぎるとしょっ辛くなりすぎるんで。で塩昆布なんで塩があるのと、昆布が吸水、だから塩でなんだろう脱水されるじゃないですか。それがまた昆布が今度戻るときに、水を吸ってくれてっていうので、なんかダブルでいいのかなと僕は勝手に思ってます。そうですよね。いい感じですよね。香りめっちゃいい匂いでしょ。本当にいいですね。これでちょっと休ましときます。ダイソーさんにね、訪問させてもらった時にも紹介してる真空保冷のパックになります。でこれ令和7年11月29日というのは、これ実はイカを熟成させて冷凍保存してたやつのパックを僕これ再利用してます。なんでこれ日付違います。これ3日前に釣ったアコウです。こういうふうに真空にして、なんとなくこう形わかりますよね。はい。